今日の飯は鶏乳麺。安い鶏肉を丁寧に処理して作る極上スープ、そして柔らかジューシー味が染みた鶏チャーシュー。本日は鶏肉の持つポテンシャルのヤバさをお伝えしよう。まず最初に鍋を2つ用意する。片方は適当に水を張り沸騰させ、こっちの小鍋でスープを作っていく。だし昆布を5センチ角ほどにカット。高級なものを使う必要はない。そこに水を3カップ 600cc や、さらに日本酒を 100cc。 料理酒は余計な塩分が含まれてるんで、ここは必ず清酒にしてほしい。そして薄口醤油を大さじ2。こっちの鍋は火をつけずにこのまま放置しておく。湯が沸くまでの間、鶏肉の処理や。表面の水分は臭みが含まれてるんで、キッチンペーパーで吸い取っておく。こいつで極上のスープを作っていく。特に高級な鶏を使う必要はない。今回使うのは安いブラジル産です。中に火が均一に通るように重なってる部分を切り開き、厚みを均等にしておく。より丁寧に処理するなら黄色っぽい脂身は臭みがあるんで取り除いた方がいいが、後からもう一工程加えるんで、今はそこまで神経質にやらんでもいい。よし、お湯が沸いた。この沸騰したお湯に先ほどの鶏肉をぶち込み、霜降りする。こうすることで鶏肉の持つ余計な脂や臭みを取り除き、最終的にすっきりしたスープになる。あまり長くやりすぎると旨味までどんどん抜けるんで、表面が白くなったらさっと引き上げる。取り出したらよく水分を切り、スープの入った小鍋にぶち込む。こっちの鍋はこの段階で初めて火にかける。冷たい状態からじんわり火を通すことで鶏肉をしっとり柔らかく仕上げる。なお今回は旨味が凝縮されながらもすっきりしたスープを目指すので、途中で出てきたアクは取り除いておく。沸騰しそうになったら火加減を弱火にし、このまま昆布ごと20分煮込み、じっくり旨味を抽出していく。この時蓋をするとスープが対流して濁るんで蓋はしない。あと鳥が浮かんできてはみ出た部分が乾燥するんで、昆布を上からかぶせて落としラップ代わりにしちゃおう。20分後、旨味抽出完了。雑味のない美しい琥珀スープだ。この時点で一度味見してみるといい。目ん玉飛び出るぐらいのうめえスープがそこにある。少し冷ましたら昆布と鶏肉は取り出しておく。取り出したらこの段階で麺を茹でる用のお湯を準備しておくといい。湯が沸くまでの間、もう一品簡単なつまみ作りや。このスープの取り方のいいところは、味のついたお湯で煮込んだことで鶏肉自体にしっかり味が染み込んでるところ。見よこのあふれる肉汁。しっとり柔らかく実にジューシー。極上の鶏チャーシューや。手で簡単にちぎれるぐらいホロホロで柔らかい。鶏肉の半分はこのままつまみとして味わい、もう半分は乳麺の具材として使っていこう。具材にする方は一口大にさいの目切り。トッピング用の小ネギもついでに切っておく。鶏チャーシューの方はこのまま食っても十分うまいが、メインディッシュと味を変えるために簡単なつけだれを作っておこう。これは白味噌、ちょっと甘めの味噌。なかったら普通の味噌に少し砂糖かみりんを加えるといい。そして柚子の香り強めの柚子ポン酢。味噌と柚子ポンを2対1、これぐらいの割合で加える。ほんで柚子胡椒をちょっと加えて、さらに柚子の香りとキレのある辛みも足しておこう。こいつらをよーくかき混ぜたら簡単柚子味噌の完成。ほんでさっき切った小ネギを振りかけたら、お手軽茹で鶏チャーシューの完成や。よし、ちょうどお湯も沸いてきた。沸いたお湯にそうめん2束をイン。
こいつをさっと茹でると同時に鶏スープも温め直しておく。ポイントは茹ですぎないこと。時間で言えば30秒以内。ラーメンで言えばバリカタ、いや針金ぐらいでもいい。こいつを湯切りしたらよく流水で洗ってぬめりを落とす。そしてよく絞る。ここで絞っておかないとせっかくのスープが薄まるで。水を切ったら鶏スープの中にイン。そして麺にこの極上スープの旨味を吸わせながら好みの硬さになるまでスープの中で茹でていく。よし、頃合いや。器に盛り付けたら先ほど刻んだ鶏肉を乗せ、ごま油を軽く回しかけコクを追加。そこにブラックペッパーをたっぷり振りかける。七味唐辛子でもいい。とどめに小ネギをパラパラ振りかけたら完成だ。鶏乳麺。いただきます。はっきり言ってこれは家庭で出てきていいレベルのスープじゃねえ。鶏肉、昆布、日本酒、限りなくシンプルな食材でありながらもこいつらの持つ旨味を最大限まで引き出すとここまでうまいスープに化けるのか。これは市販の鶏ガラスープでは絶対に出せない味だ。鶏チャーシューも実に柔らかくジューシー。このまま食っても十分うまいが、柚子味噌を合わせて食うとまた一段と爽やかな大人の味。実にいい箸休めだ。安い鶏肉でもうまいこと調理してやればここまでポテンシャルを引き出せる。鶏肉はいつでも俺たち庶民の味方です。このうますぎるスープ、今回は乳麺にしたが他にもラーメンにしたり雑炊にしたり、スープ自体のポテンシャルが高いのでいかようにでも活用できる。大量に作って冷凍保存も可能だ。味変タイムだ。こっちにも柚子胡椒を足してみる。合うわ。柚子胡椒もめっちゃ合うわ。当然のごとくスープも飲み干しちゃう。完食。なんという満足感。ごちそうさまでした。